多ければ多いほどいいです。多ければ多いほどいい。皆さん、こんにちは。柴崎です。今日は、水彩の基礎中の基礎というお話をまたしたいと思います。この間ね、お天気がちょうど良かったので、私もね、スケッチ行ってきました。そうすると、やっぱり皆さん考えは同じなんだね。僕と同じくらいの年配の方たちがね、グループでスケッチに来てました。で、やっぱり僕も興味あるから、ちょっとその人たちね、描いてるの後ろ姿見たんですね。そうしたらね、驚いたことがあったんですよ。もうびっくりしちゃいました。それはね、何かっていうと、その方たちがね、使っているね、水の入れ物にね、ちょっと驚いちゃったんですね。その方たちが使っていた水入れ、ちょっとお見せしましょうか。同じようなものをね、用意しましたので。こんなもんです。なんかのきっと蓋だね。その方ね、ちょっとこんなもん色も一緒だな。なんか蓋にここにお水入れてね、ここでこう絵描いてるんですよね。それからね、その隣の方を見るとね、またその隣の方がね、全然違うのね。どんなものがやってるかってね、もうね、ペットボトル、ここにね、筆を入れてね、ここで、こうやってるんですね。もう本当驚きました。これじゃダメですよ。まさか、あなたはまさかこういうものとか、ここに筆入れたりして、書いてませんか？大丈夫？これじゃもう絶対ダメです。今日のテーマは、この水、大事なこの水についてお話ししたいと思います。水彩描くんだからね、水は当たり前だろう。そんな思わないで。ここはとっても大切ですからね。しっかり聞いてくださいね。まず、水をどのくらい用意したらいいかですね。水は、やっぱり水彩画描くときにね、多ければ多いほどいいです。多ければ多いほどいい。そこでね、面白いお話なんだけども、柴崎ね、バリ島にスケッチ行ったことあります。それで、夕暮れがね、とても綺麗なんですね、あそこ。もう、岬が暗いシルエットになってとても素敵でした。で、急に絵描きたくなって、絵の具広げたんだけどね、たまたまなくて。そこでね、柴崎ちょっと考えてね、そこの海の水で絵描いちゃいました。いいですよ。使い放題です。海ですから。だから、水はあればあるほどいい、水彩は。じゃあ、スケッチ行くときどうするか。まあ、いくらでもね、たくさんあればあった方がいいって言ったって、バスタブ一杯の水を背負っていくことはできないですよね。そこで、これがいい方法です。コップ。このコップ一杯のお水。これがね、皆さんたちが多分スケッチするにね、最低必要な量の水です。しかもね、このコップね、形もいいんですね。もうこのまま使いやすいです。なぜかっていうと、口が広い。さっきのペットボトル見てください。これ狭いですよね。これ口広かった。でもね、ここ浅い。水が少し入らない。これは口が広くってお水もたくさん入る。ね。これ使い終わったら、ね、ちょっと捨てることもできるし、このコップにお水用意しましょう。でも 100% 入れるとね、こぼれちゃうからね、80% ぐらい。で、入れて絵を描きます。では、その2つ目のお話をしましょうか。このね、水彩画に水は当然必要だって、もうみんなわかってるよね。でも本当にこのコップ一杯の水が、どういう役割をする水なんだろう。水って一体何をしてるんだろう。そこまで考えてるかな？考えてますか？汚れた筆を洗うためだよ、とかね。絵の具をこう伸ばすために必要なんでしょって。
そこまで考えてるね、きっと。でも柴崎が二つ目のポイントとしてお話したいのは、それ以上のことです。それは、この水はとてもとても大事な役割を、筆を洗ったり、絵の具を伸ばしたりする以外に役割があるんだっていうお話です。何の役割か。もうここで答えが分かった人は偉いな。それはね、これです。これですよ。ガッシュ、ホワイト。書いてあるでしょ？ガッシュのホワイトです、これは。透明水彩絵の具じゃなくて普通の画材は、絵の具の色を明るくするときには、このホワイトを入れるんですね。これはもう当たり前のことです。その仕事を透明水彩の水がですね、やってるんですよ。だから、この透明水彩の水っていうのは、ガッシュのホワイトと同じものです。同じもの、これ。さあ、これがホワイトだってことを考えてましたか？そう考えてた人はもう今日はもう、今回体質 CD です。そうでない人は今から一緒に聞いてくださいね。つまり、この水というのは、ただ筆を洗ったり、絵の具を溶くために必要だけじゃなくて、絵の具を白くするために、明るくするために使う白い水なんだ。ということですよ。で、さっき僕は水はコップ一杯用意しましょうって言いましたね。でも、今は実はもう役割が見えてきました。汚れていい水がまず必要だ。でも同時に、汚れちゃいけない白い絵の具としての水が必要だ。となれば、コップは、そう、二つ必要ですよね。二つです。ね。じゃあこれ置きます。じゃあ実際に書いてみましょう。まずこれね、こっち移動してね。よいしょ。ですね。だから今日、柴崎君に水用意したけど、ここでやらなきゃいけないね。じゃあ、さっきのお話のこれをちょっとここに水入れるからね。とにかく、水は2つですよ。役割。ですね。入れ物に、80% 入れましょう。もうこれも約束です。水そこの方に少しじゃダメですよ。80% です。もうちょっとかな。さあ、用意しました。本当はこの紙の上に置かないけどね。ここに置くんでしょうけども。で、2つ用意ですよ。じゃあ、絵の具溶きます。今、両方ともね、水きれいだからどっちでもいいな。じゃあ、水こうつけてきて、絵の具溶く。何の絵の具溶く？いつもこの辺のブルーばっかりだから。なんかわかんない。でもいっぱい色がちゃんと分かってるな。クリムソンかなんか溶く？一番端っこ。ね。こうやってね、こうつけてきて、こうやって伸ばして。だから、絵の具を伸ばす水ですね、まずね、役割が。絵の具を伸ばす水、もう十分溶きましょう。絵の具をたっぷり溶く。たっぷり濃いめに溶く。これが約束だったよね。だからここをたっぷりなきゃいけないんだよね。バリートが懐かしいな。はい。たっぷり溶きました。じゃあ塗りますよ。こうだね。塗った。塗った。こんな色してます。では、この色をもっと明るくしたい。それをするためには、普通は白い絵の具を加えるんですよね。でも透明水彩は、その白い絵の具の役割を、このお水がしている。このお水つけてきます。汚れといけないからそっとつけましょうか。で、ここに持ってくる。ここで一回捨てて、水をつけてくる。どのくらい白を入れるかはこれ考えなきゃいけないね。だってこれは白い絵の具なんだもの、これは。だからジャブって入れるか、ちょっとつけるかは、あなたが白い絵の具をどのくらいつけるかっていう、あなたの決めですよ。適当につけただけダメですよ。白い絵の具です。さあ、塗ってみよう。どうかな？見えますかね？こっちに塗った方が分かりやすい？もうちょっと白とそうか。これ塗ってみせようか？どうですかね？
これよりもこっち白くなった？こっちもっと白くなったね。白の入れ方が違うからです。白の入れ方です。そして、この汚れた筆は、汚れていいお水で洗うんでしたよね。こうです。さあ、どうでしたか？まず、水彩を描くには水が必要。分かってますね。でもそのお水はどのくらい量が必要か。たっぷりは必要です。できるだけ多い方がいい。でも、それができない方は、このコップ一杯の水を用意しましょう。そして、でもこのお水には、今まで考えてもみなかった役割分担があるんだということでした。一つは、筆を洗って、いつも筆をきれいにする役割を引き受ける汚れる水。もう一つは、その絵の具をもっと明るくしてくれるホワイト絵の具としての汚れてはいけないお水。これです。いかがでしたか？ねえ。そうなんだ。今まで水をね、白い絵の具だとは思ってなかった。って人がいっぱいいたら、今日のこのお話した、甲斐があるって言うんですね。今日話聞いてね、面白かったし、ためになったっていう方はね、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。最後までね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。